明治維新の前、幕末の時に、星回り的には近いんですよと。で、日本の運勢は今年も来年もあんまり良くないですよと。その中で、どんなことが起こるかっていうのは、はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今日はですね、2026年2月の3週目の占いと時事の回です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、2月3週目でございます。世間はですね、オリンピック真っ只中でございます。大盛り上がり。この後ニュースでも取り上げさせていただきたいと思います。そうです。こんなに盛り上がると思ってなかったって言ったら、ちょっとあれなんだけど、いっぱい占わなきゃ、みたいな。みんな金メダル取るし、みたいな。すごいですよね。すごいよね。活躍っぷり。ということで、この後ちょっといきたいと思います。はい、というわけでございまして、収録日はですね、2月の17日、問題なければ2月19日木曜日にアップされる予定でございます。今週も4つのジャンルに分けてお届けしてまいりたいと思います。さあ、最初は今週のエンタメスポーツでございますけれども、先ほど申し上げました通り、オリンピック、日本勢の活躍が続いております。収録時点で、金4、銀5枚、銅9枚の計18枚。すごいよね。夏のオリンピックくらい取ってるやん。ね、冬ってなかなかちょっと難しいってね、ずっとありましたけども、長野オリンピックが一応最高、これまで、枚数だったんですけども、トータル枚数ではこれ超えていると。で、金メダルが長野が5枚なので、あと1枚。あと1枚で。いや、すごいわ。最高じゃないですか。すごいですね。ということで、ちょっとご活躍の選手、全員はちょっと無理なので、その中でも特にという感じでピックアップしていければと思いますけど、まずは本当にテレビのニュース番組とかではですね、今朝とかですね、話題になっておりましたけれども、フィギュアスケートペア、りくりゅう、金メダルでございます。すごいよね。ペアだよ。ペアでずっと取れなかったんですもんね。ペアとアイスダンスはなかなか、フィギュアってほら、ね、お家芸みたいなくらい得意っていう感じ日本ってイメージあるけど、ペアとダンスはなかなか難しいよねっていう中で取ったからすごいよね。すごいですね、本当に。フィギュアスケートペアですね。これは三浦璃来選手と木原龍一選手の組でございますけれども、ショートプログラム、前日に行われたショートプログラムでは5位だったんですよね。木原選手の方がちょっとミスをしてしまってということで、大変ちょっと落ち込んでらっしゃったんですけども、そこを、璃来選手が思いっきり気合を入れて、切り替えていこうと、いうことでやって、フリーの方で見事金メダル。すごいよね。ということでございまして、素晴らしい点数、合計が231.24点ということでございました。これ世界歴代最高得点を更新したと。すごいよね。すごいですね。ちょっとこのお二人の運勢見ていただきたいんですけど、どうですか？そうですね。まず、木原さん、龍一さんの方の運勢は、大運と、それから年運は、すごくいいんですよ。10年単位と1年単位は OK。だから、メダル取りそうな。そんな中でちょっと試練だなーっていう月の試練だなーっていう日だったので、この人からすると結構プレッシャーみたいな感じてたりとか、大変な日だったっていう感じだったとは思います。だから支えたっていうね、三浦璃来さんの方が支えたっていうのはよくわかるっていう感じの流れかなと思います。三浦さんの方を見ると、この人は別にね、大運はそんなに僕の方だと、そこまで良くは見えないんですよ。だから年運すごく良くて、月運も良くて、日運も良かったから、ここしかないみたいな。その日がすごい良かった。そう。なるほどね。だから支えた、なるほど、みたいな感じです。ね、コメントでもね、4年前は木原さんの方が引っ張ってくれたけども、今年は木原さんがやっぱりちょっと落ち込んでたところを、私がお姉ちゃんとなって引っ張りました。年齢差で言ったらね、もちろんリクさんの方が24歳。そうですよね。10個くらい違うよね。そう。なんですけど、まさしくそういった感じの、流れがあったということでございますからね。いやー、ね、見事に、本当に。おめでとうございます。ね。で、噛み合ったっていうか、相性で見ると、ぶつかるところが多いというか、真逆なんだよ。真逆？真逆なんだけど、それがお互いに足りないもんだから補完し合って、お互いの運を上げてくれる。なるほどね。確かに真反対だからこそお互いないものを補い合えるみたいなところもあるかもしれない。とか、違うから、客観的にお互い見えすぎるというか、こうしてほしいっていうのが、夫婦だったらさ、すごいバチバチしそうなさ。ちょっと喧嘩しそうですね。けど、スポーツだとさ、客観視大事でしょ？大事ですね。あなたのここダメだったよっていうところをお互いに指摘し合えるっていうのは大事ですよね。そう。だからすごくマッチしたんだろうなっていうふうに思いました。いい刺激を与え合ってるのかもしれませんね。全然違うからね、割と。なるほどね。いや、めでたいことでございます。はい。そして、金メダルもう一方行きましょう。戸塚優斗選手。はい。ね、3度目の出場で予選2位通過しておりました、戸塚優斗選手が、決勝2回目でベストスコア95点をマーク。すごいね。前回のね、北京オリンピックでは、平野歩夢選手に次ぐ銀メダルだった31歳のオーストラリア人選手、スコッティ・ジェームズ選手の持つを 1.50 点でかわして金メダルと。僕、スコッティ・ジェームズ好きなんですよ。あ、そうなんですね。なんかね、ずーっとメダル取ってるん
ですよ。なるほど。だから惜しいっていうかなんか毎回ね惜しいみたいななんかね、そうなんですよね。なるほどね。まあいいや。はい。まあそんな戸塚選手、ね、ネイル男子ということで、爪がね、金と銀でキラキラなんていうところも注目されておりましたが、この戸塚選手の運勢いかがでしょうか？全然今年いいし、平野選手は大運も切れちゃってるよみたいな話をしてたじゃないですか。そうですね。チート来た。この人全然今いい期間のいい年、しかも空防期だったりするので、なんかスコーンと大きい結果出る、金メダル取りそうな人が取ったっていうだけですね。なるほどね。運勢で言ったらまさしく。当日は結構プレッシャーあったと思いますよ。運勢で言ったら、月がちょっとあれだったんで、だから期待かかっちゃうわけじゃないですか。平野選手がもう怪我してて、みたいな感じですから。そうですよね。だからもう金取るぞっていうプレッシャー感じつつ、伸びてきたんじゃないかなっていうふうに思いました。なるほどね。はい。そんな中ですね、同じタイミングで山田流星選手そうですね。の方がですね、銅メダル獲得ということでね、ルーティーンが評価されて嬉しいというふうなコメントもされていらっしゃいました。初出場ながらの堂々の銅メダルというコメントでございまして、金メダルの戸塚優斗選手とともに日本勢2人で表彰台入りを果たしたと。そうですね。まあ、運勢としてはやっぱりね、戸塚選手の方がいいんじゃないかなっていう感じですね。なるほどね。平野さんよりはいいですよ。平野さん本当に死ぬんじゃないかって俺心配してたから。いや、そうなんですよ。死ぬんじゃないかちょっと大げさだ。本当に大丈夫かなっていうか、カルマの生産みたいなタイミングだったんで大丈夫かなって思ってたんですよ。ね、そんな中でね、平野選手は、残念ながら順位としては7位と。だけどすごいことよ。ね、本人も生きて帰ってこれてよかったみたいな。だからそんな勝負すんなよっていうか、親でしょとかなんか、もうハラハラしちゃったんだけど。そんな中でね、パフォーマンスとしては本当に空中散歩をしてるようだみたいなね、評価もあって。すごい技決めてましたよ。なんか面白かったです。はい。なんていうことでございました。ということで、まだまだね、オリンピックの方、もうすぐ、終わるところではございますけどもね、もう1枚金メダルなんていう風に思ってしまいますね。そうだね。注目でございます。スポーツこんなところでございまして、はい、ちょっとエンタメニュースをパパッといきたいと思います。先ほどね、ちょっと平野選手の怪我なんていう話もありましたけども、こちらもちょっと心配でございます。オードリー若林正康さんが3週間の休養へということでございます。日本放送オードリーのオールナイトニッポンに出演して、声帯、喉の声の方の不調ということで3週間休養することを発表した。治療の後はもう一言も声を出してはいけないということで、番組内で現在の現状を明かしていたということだそうでございます。まあね、若林さんって言ったら本当にご活躍の方でいらっしゃいますから、そうだね。心配ではございますけど、運勢的にはどうなんでしょうか？運勢的には若干今年から落ちてくっていう流れなんですよ。あらま。で、今年も空房だしっていう感じで、来月あたりからちょっとずつね、良くなってくんじゃないかなっていう、来月後半あたりからいいかなっていう感じで、今月はだから、運が悪い年の運が悪い月も微妙っていう感じだったんで、差もありなっていう感じで。そういう意味で言ったら本当逆にゆっくり休んでもらった方がね。そうですね。しばらく周りもね、助けてくれるっていうような感じに出てるので、全然今まで積み上げたものでこれから芸能人、やってくんじゃないですかね。全然、まずはちょっと休めてっていう感じはしますけど。なるほどね。いや、本当にちょっとゆっくり休んでって感じでございますね。はい。ちょっとそんなニュースの後でございますけども、先週ね、ちょうどこの収録が終わった後に、立て続けて結婚のニュースが2個。そうだ。ちょっとこれ見ておかないと。ましたね。ということでございまして、まず一つ目が、平手友梨奈さんと神尾楓珠さんが結婚。顔の系統そっくりというニュースがございました。元欅坂46の俳優平手友梨奈さんと俳優の神尾楓珠さんが11日の午前1時頃にそれぞれの SNS で結婚したことを発表したということでございました。同時にツーショット写真と直筆の署名が入ったコメントを投稿し、それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりましたと報告をした。そうだね。顔似てる人って結婚、すること多いよね。確かにそうですね。今まで共演歴もなければ交際報道も全然ない状態でご結婚ということで、ネットでは結構ね、驚きとともに、顔が似てるお似合いなどの声が出たということなんですけど、ちょっと運勢的にはどうなのかな。運勢的にはどうだろうな。平手さんは今運勢切り替わるタイミングではあるよと。で、今期ではあるんですよ。今期ではある。で、神尾さんも今期なんですよ。で、相性で言うと全然価値観違いそうな気がするのね。あらまあ。とかぶつかるところもあったりするのね。で、けど、成長、さっきのフィギュアのペアみたいな感じで、成長はさせてくれるんだろうなっていう感じはする。なるほど。仕事上の刺激を与え合うみたいなことだったら、いいパートナーになれるところで、それが結婚でうまくいくかどうかっていう。そう、縁はあるよ。だから、なんて言ったらいいのかな。要は付き合ってどのくらいなんだろうっていうのは結構気になるところで、要は、私生活一緒になって大丈夫な人なのか確認したのかなっていうような気はするかなと。で、それで大丈夫だったら成長させてくれるカップルっていう感じになるんじゃないかなと
なるほどね。うん、そこら辺ちゃんと分かり合ってるんだったら、お互いの、まあ言っちゃなんですけど、補い合うっていうことができるわけですから。ね、成長につながるだろうとは思うんだけど、どっちなんだろうねとは思うかな。なるほど。特に多分、神尾さん大丈夫かなっていう気はしちゃうけどね。神尾さんの方がちょっと心配、そう。優しいところがあるからね。なるほどね。お優しいからと。ね、せっかくのご結婚ですからね、皆さんも祝福されていらっしゃいますから。僕、割と平田ちゃん好きですよ。欅坂。何回もリピートして聞いてましたよ。なるほどね。いや、本当にね、ぜひ、お幸せな道を歩んでいってほしいね、幸せになってほしいですね。ね。そしてもう一方ですね、こちらもですね、話題になりました、神木隆之介さんでございます。お相手は一般女性の方ということでございまして、10日ですね、所属事務所の公式サイトを通じて結婚発表ということで、お相手は一般の方なので取材などはお控えいただけますと幸いですということでございましたので、まあちょっとお相手の方はわかんないんですけども、やっぱりちょっとね、神木隆之介さんファンの方も多かったですから、ロスなんていうのもね、ネット上では話題になりましたけれども、神木隆之介さん、まあ運勢的には今どんな感じでしょうか？運勢的には、ちょっと落ち着くような流れに入っていくのかなっていう気はしますと。34あたりから自由になってくるんですよ。今32歳で、近々33歳。で、そろそろ落ち着くし、今期っちゃ今期だったから、ちょうど良かったのかなっていう気はします。はい。なるほど、ね。去年とかが結構、なんていうのかな、人とくっつきやすいみたいに水面で出てて、シビト数で言ったら今年今期っていう感じなんで、今期だったからしたのかなっていうことと、これから一応上がっていくんじゃないかなとは思うんですよね。そんなにパーンって跳ねるかっていうかはわかんないし、まあ、誕生日合ってるかねっていうのもあるんでね。なるほどね。ね、いずれにしましてもね、ここまでも本当にずっとご活躍をね、続けられてきたわけですから、まあちょっと落ち着いていただいて。そうですよ。もうだから、すごいタイトル、声優やってるんだよね。そうね。もう、ビッグタイトルですよ。君の名はと、それから、千と千尋でしょ？アニメの2大作品の声優をやってるっていう、すごいよね。とんでもないことですからね、本当に。まあなので、そういう意味でもね、ちょっと落ち着いていただいてっていうのは。そうだね。演技好きです、僕は。はい。はい、と思います。ということで、ございまして、こんなところですかね。今週のエンタメスポーツのコーナーでございました。続きましては、今週の政治経済でございます。今週の政治経済ですけれども、ちょっと政治のニュースを3本ピックアップしたんですけれども、まあ、なかなかちょっとですね、ネットでも話題のニュースをちょっと拾わせていただきました。まず一つ目が、令和新共同代表に奥田文雄氏、壮絶決意表明ということでございまして、令和新選組の新共同代表に就任した奥田文雄参院議員が17日未明、自身の X を更新。奥田氏は昨年の7月ですね、参院選で初当選をして、令和新選組共同代表になりました奥田文雄です。正直に言います。代表から打診があった際、一瞬で全身火炙りにされたような心境でした。国会村に飛び込んでみなければ知り得ない地獄を、私はこのたった5ヶ月で嫌というほど体感しましたと。聞いてらして、その後ずらずらっと文章を書いていらっしゃったわけでございます。ね、今回、令和新選組、残念ながら衆院選の方ですね、ちょっと議席の方がなかなかちょっと難しかったというところもございまして、共同代表になるというのもなかなか大変なところだと思うんですけれども、奥田文雄さんの運勢、ですね。ちょっとどんな感じなのかというところをちょっと伺えればと思うんですけども。まあなんかメンタル心配ですけどね。そうなんですよ。頭が変な方向にこう回っちゃいやすい人なんですよね。イメージがどんどん膨らんでいくみたいな感じで。さらにそれが強くなる。で、仕事で今年生産のタイミングってなって、悪い方での生産が出ちゃいそうな人なんですよ。僕、別に令和さんのこと嫌いとか言ってないですからね。山本太郎さんは今年いいっていうことだから、病気で休んでいいってどういうことだろうとは思ってるんですけど、だけど、彼にとっては多分何かから解放されてるんですよ。なるほどね。多分ね。多分。まあ、わかんないですけどね。多分解放されてるんです。で、この人からすると仕事の生産でどうなんだろうなっていう感じには思うっていうのと、メンタルこの人、月とね、多分ね、ドラゴンテールあたりが重なってるんじゃないかなと。で、月もお羊座にあるので土星も来るでしょ、これから。だから、これから2年、本当に試練中の試練みたいな感じで、本当に火炙りくらいの心境だっていうのは、文字通り確かにっていう。だから大丈夫かしらとは僕は思ってみています。なるほどね。なかなかね、この流れで共同代表になるっていうのも、だって何かがさ、令和さんから山本太郎ファンだけでそんなにいたのっていう感じもあるから、どっかに映ってるわけですよ。まあ確かにね。だから何か内部でいろんなことが、預かり知らぬことがね、きっと起きてんだろうって思って、まあいいや、あんまり言ってもね、仕方ないとは思いますけど、わかんないですからね。まあ大変な時にやるんだなって
っていうふうには、まあまあ、ちょっと心配だなっていう気はしますけど。なるほど。頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね、本当にね。まあそんな中ですね、衆院選の方では議席を確保をしてきました、チーム未来、ね。はい、なんですけども、不正確な情報について声明を出しております。安野貴弘氏が党首を務めるチーム未来が17日に公式 X、ツイッターの方を更新、同党に寄せられている不正確な情報について声明を発表しました。ちょっと簡単に言いますけども、まあ今インターネットの一部で、チーム未来に関する不正確な情報が、まあどんどん見えてますよと。一応事実関係を整理してちゃんと説明しますねということで、こうつらつらっといろいろ並べました。一応特定の報道機関に対し、報道の内容や扱い、露出等について特別な働きかけを行った事実はございませんと。あとは、事務本部長の黒岩里奈さんですね。が、民間企業に勤務していることは事実ですけれども、同社は報道の編集制作に関与する立場にはなく、同党の報道の独立性を損なうようなことは行っておりませんよと。今後も事実に基づいた誠実な情報発信に努めてまいりますという見解を記しているということでございまして、やっぱりちょっと今回ね、チーム未来、すごい躍進だったということで、やっぱりこう、いろいろとね、疑いをかけられてるみたいな。ああ、まあ、多いよね。ちょっとネット上ではかなり散見されるなというのは、僕もちょっと、そんなにね、政治ニュースを追っているわけじゃないアカウントでも結構入ってきたんでね。そうだよね。だから、みんななんか怒っているというか、まあ、なんていうのかな。例えば、党員がそんなに、サポーターがいたとしても党員はそんなにいないじゃないかと。まあまあで、別に演説会場行っても、保守党さんとか、参政党さんとか自民党さんとかと比べると、そんなに集まってないよと。令和と比べてもそうなのかな。だから、とか、元々の支持率とかで見ても、令和とかと似たようなもんだったじゃないかとか、保守党と変わらなかったじゃないかみたいなのもあるんでしょ。で、なんでこんなに言ったのって言って、僕はだからさ、意識高い界隈の人が入れたのと、どっかの組織が乗っかったかもねっていう話はしたじゃない。そうですね、先週そんなお話をして、だけど、どっかの組織のこと本人がつながりがあるか分かんないじゃない。あー、なるほど。だから、分かんないよねっていうのがあって、そもそもこの人、カノエネだから今年、日の湯まで天国地中なんです。だから、めっちゃボロボロになるくらい試練なのね。で、月運だけ2月の上旬が良かったから、で、去年も良かったのよ。だから、運的には結構、説明はつくというか、運は良かったと。で、今年から超試練なんですよ。来年の多分後半までずっと試練なのね。これから1年半。大変だ。まだ今はいいんだけど、5月の後半、6月、7月、もう5月、6月、7月、8月あたりに結構試練が来るのよ。だから、もしね、疑ってる人いるんだったらそこら辺で出るとは思うよと。だから、この人の人生が試されるようなタイミングだから、まあ、何にもしてないとしたら結構かわいそうなことだと思うので、大変だなぁと。多分真面目にやってたんじゃないのとは、僕は個人的には思いますよ。だけど、どっかの組織が勝手についた可能性はあるよねと。なぜかはわかんないですけど、そういうことも。今言った通り、ほら、令和さんもなぜかちょっと減ってるでしょ。かなり減りましたよね。とか、立憲から移ったとかさ。で、もともと意識高い票っていうのはあるよっていう話はしたと思うんだけど、そこを自分たちが意図してやんなくてもさ。なんでしょうね、巻き込まれちゃったみたいなこともあるんですか。だから、試練で大変だなーって思って見てますけどね。だけど、誰と仲良くしてきたからこうなったんだよっていうかさ、なんかそういうのも、まあ人生ね、いろいろあったりするかなとは思うので。難しいとこですね。誰と仲良くしてきたかという話で言えばですね、仲良かった人たちがね、喧嘩別れしてるニュースがもう一本ございまして、政治、百田直樹さん、井川もっとかさんをミュートし、ストーカーと指摘。ね、もう、はい。まあ、内毛版みたいなもんだよね。ある意味ね。だって。けど、そういうの多いなーみたいなね。保守って喧嘩するよね。なんか喧嘩しますよね。政治やってる人たちって喧嘩するよね、なんかね。なんかそうですね。そうだよね。なんかバチバチしたがるという、したがるというかなんかしちゃうんでしょうね、きっとね。軽く説明しておきますと、作家で日本保守党の代表を務める百田直樹さん議員が、16日の午後、自身の X、ツイッターを更新。大王製紙の社長と会長を務めた井川元隆氏に対し、ミュートする旨を通達したということでございまして、まあちょっと内容はね、ちょっとやりとりが結構多いので、ここで省かせていただきますけども、もともと井川さんがね、保守党を応援してたんですよね。なんですけども、苦言と言いますか、その言い合いの結果として、最終的に結構強めの言葉の言い合いになったかなという感じでございますけども、百田さんの運勢って何でしたっけ、確か。そんなには悪くないけど、運勢っていうかさ、相性の問題だと思うよ。相性か。そうか。井川さんとの相性がそう。相性は悪くはないんですよ。だけど、さっき言ってさ、ちゃんと平手ちゃんとか同棲したりとか、お互いのことどんくらい知ってたんだろうねっていう話をしたじゃないですか。そうですね。結婚してからこう一緒に暮らしてみたらさ、なんか合わないとかって出てね、飯が合わないとか、生活のリズムが合わないとか、ゴミの捨て方が気に食わないとかいろいろ出てくるでしょ。なんかそんな感じの離婚しちゃよくいるパターンの相性なんだよね、結構。なるほどね。だから、デート
としてる時は楽しかったんだけど、みたいな。燃え上がってる時は。そう。親密になるとほら、みたいな間っていう風には思いましたよ。なるほどね。ほのぼのおじさんニュースでしたと。おじさん。二人とも別に僕は嫌いとかはないです。基本そんなに、左とか右とかで俺好きとか嫌いとかあんまないので。本当にないですよね。基本ないから、どっちからも怒られるんですけど、どっちかの味方しろっつってね。そう言われましても。わかんない。ね。というところでございますね。はい。ということでございまして、そんな感じで、今週の政治経済はこんな3本でございました。はい。さあ、続きましては、今週の国際情勢でございます。国内がね、そんな感じでちょっと、さっき内ゲバなんて言葉もありましたけども、お互いやいのやいのやってる間に、なかなか世界は大変なことになっていくようでございます。まずは、エプスタイン文書公開、世界の政財界に衝撃と。いうことでございまして、少女らの性的人身取引罪などで起訴され自殺したアメリカの富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関する捜査資料、いわゆるエプスタイン文書が世界の政財界に衝撃を与えています。アメリカの司法省が大量の資料を新たに公開した1月以降、エプスタイン氏との関係が暴露され、要職を辞任したり、刑事捜査を受けたりする事案がどんどん相次いでいるということで、先週もね、ちょっとお話をさせていただいたんですけれども、この流れでちょっと日本の、ちょっとお名前はこの動画では控えさせていただくんですけれども、とある有名なと言いますか、ちょっと要職に至る方、そうですね、愛氏と言いましょうか。この愛氏の方のちょっと話題が出てきているということでございまして、なんでもこのエプスタイン氏とやり取りしたメールが2013年の9月にありまして、この中にジャパン/docs という何らかの隠語ではないかと。ネット上ではね、実際どうかわかりませんが、ネット上で指摘されている言葉についてですね、今ちょっと注目されているということでございまして、この方の所属されている、大学の方では、決して問題のあるものではないと、証拠もあるというふうに話しているというそうでございまして、どうなんでしょうかねというところなんですけども。占いだから運勢っていう感じで、なんて言ったらいいのかな。調べれば調べるほど、エプスタイン事件とかって気持ち悪い話じゃないですか。ちょっと正直気持ちのいい話じゃないですね。で、アニメとかだったら約束のネバーランドとかって、そういうアニメがあったんですけど、ファンタジーの体してますけど、なんか子供にね、番号が振られてたりとか、なんかそういうような作品でしたけど、あれが隠喩かなっていう感じはしますけど、だけど実際に事件は起きてるんだよね。そこのお島で。もうそれはもう見つかっているってことですよね。で、そこにこの人はしょっちゅう行ってたっていうことと、あとしょっちゅうやり取りしてたっていうことだよね。そこまではどうやら事実らしいという話ですしね。っていうことで、それを踏まえてみたんですけど、今年この人は日の絵馬で、日の絵馬の年に生まれて還暦なんですよ。だから、ちょうど自分の中の人生のある意味生産とかが起きるようなタイミングですよと。しかも自分の名前とか名誉に関して出やすいよって、復元って言ってね。で、そういうタイミングだし、大運から見ると、月中仕事のところが天国地中で大きく変わるよっていう10年の真っ只中なんですよ。で、日の絵馬っていうのは、この人にはあんまりよろしくない、不名誉なことが出てきやすい年っていう感じなんですよ。で、そういうのが全部重なってるよなーっていう風に申し、あと、この人、西洋占星術で言ったら太陽と土星が90度くらいなんですよ。スクエアって言って緊張感がある。で、60っていうところからなんとなく察してほしいんですけど、土星がまたサターンリターンって言って、土星回帰っていうのが、西洋やってる人だったらね、なんとなくわかると思うんですが、仕事とかで、やっぱりもう一回向き合うみたいなことが今起きてるんだろうと。で、エプスタイン事件があった頃、この人はあんまり運が良くなかったんですよね。で、世界的には活躍されてましたよ。だけど、より自由になりたいとか、わがままになりたいとか、自分の我を通したいっていうようなサイクルだったんですよ。そういう時に付き合う人脈とかって、なんとなく良くない人脈と付き合いやすい時期って、付き合う人が変わると、ほら人生変わったりするじゃないですか。そうですね。で、そこであんまり良くない人と付き合うみたいなことが起きやすい時期だったなーっていうのは、占い的には出てるかなというので、別になんかこの人がなんかやったなんていう証拠はないわけでしょ？今のところそういった証拠は出てきてはいないですね。じゃあ何もなかったかもしれないし、推定無罪でいいんじゃないかなとは思うんだけど、そうだな、約束のネバーランドとかああいう世界があったとして、そういうことがよくあるって噂されていたとして、そこによく行ってたりとか、そういう人、そういう噂のある人とメールとかしちゃう人なんだなとは思います。そうですね。そこまでは実際情報として出てるわけですもんね。だから別にそんな人だと思わなかったって言えば大丈夫だろうと思いながら付き合ったりするじゃない、人間関係って。確かにね。だけど、うすうす分かってたりはするじゃない。僕、なんかそういう匂いするともう無理って思ったりするんです。だから10年前とかこの人とビジネスやったらきついだろうなっていう人と一緒にビジネスしてすげえ嫌な思いしたから、そういう匂いする人っていうのはやっぱそういう人なんですよ。はい。なるほどね。
そうですね。実際ね、本当なんか、あの時なんであんな人たちと一緒にいたんだろうみたいなことでね、後悔してる方ってね、もう別にね、一般のね、皆さんでもきっと、ねそういうのと縁ができちゃうような時期があったんだろうなとは思いますけどね。今年ちょっと生産低下大変だなっていうふうには思います。なるほどね。ちょっとお名前出してないですけども、どうなるのかというのは、まあ全体的にね、そもそもこのニュース何もしてないんだったらただ単にかわいそうだからね。まあ確かに被害でね。本当ですね。ということでございます。まあ引き続きちょっとね、注目のニュースではございます。そして国際情勢あと2ついきましょうか。1つ目は、中国問題、なかなかね、ちょっと長引いております。中国の王毅外相、主権への直接的挑戦、高市総理の発言を改めて批判。ございます。ドイツで開かれているミュンヘン安全保障会議で、中国の王毅外相は、高市総理大臣の台湾有事は存立危機事態になり得るとした発言を、中国の主権への直接的な挑戦だと改めて非難したということでございます。王毅氏は高市総理の発言について、中国の主権と台湾がすでに中国に返還されたという戦後国際秩序への直接的な挑戦だ。14億人の中国人は誰も受け入れられない。台湾侵略への野心がまだ消えておらず、軍国主義の亡霊が蘇ろうとしているというふうに強く批判したということでございまして、まあこれに対して、小泉進次郎大臣ですとか、それから木原大臣ですとかがですね、強く、これに対して批判、抗議してというところではあるんですけれども、なかなかちょっと強い言葉が出てきたというところでございますね。戦前もプロパガンダというか情報戦だったら中国の方が全然上だったよっていうのがあって、で、どう見えるかっていうのもあってさ、日本だと ABCD 包囲網に包囲されて、このままだとエネルギーとか、動力って大事だからさ、エネルギーがなくなるとか、やっぱり食料自給率は今よりは全然高かったけど、なんか大変になっちゃうわけじゃん、日本って。封じ込められたら島国で。そうですね。で、それを打開するためにっていうのは言い訳だと。侵略していいわけないだろうと。それはそうなんだ。海外から見たらそうだよねと。中国から見たら、そうだよねっていう話じゃない。それで、だから敵国条項もまだ残ってるでしょ。私文化されたとはいえ残ってるんです。残ってるんですよ。だからジャパンやめて日本で入り直せばいいと思ってるんだけど、国連にね。だけど、日本の言い分もあるけど、中国の言い分だってあるでしょ。で、そうするとそういう論理も成り立つよねと。成り立っちゃいけないんですよけど。だから、厄介だよねというのがあって、でも、日本もさ、シーレーンを止められる可能性があるでしょ。台湾を取られちゃったら、結構さっき言ったエネルギー問題とか、食料問題とか、日本の食料自給率って全然高くないんですよ。カロリーベースで 38% とかだっていうような感じなので、で、種とかまで入れたら全然ないんですよ。で、シミュレーションでもし第三次世界大戦じゃないけど、そういうことが起きた場合、日本って半分くらい餓死するって言われてんだよね。だから、そこ止められちゃったらそういう可能性も出てくると。高い農薬混じりの小麦を宗主国というかさ、どっかから輸入すればいいかもしれない。エネルギーもね、高いものを買えばいいかもしれないと。そうはならんやろっていうのもあるんだけど、日本ってやっぱ技術とかすごいから、ワンチャンね、イーロン・マスクより先に太陽パネルを宇宙に持ってって、そこからマイクロ波で宇宙の無限の太陽光エネルギーを受信できるかもしれないんだよね。いっぱいエネルギー問題が解決するかもしれないと。もう一つ、そろそろ尖閣のところ、日本単独で掘っていいよっていう感じになるんですよ。なるほどね。尖閣問題はもうずっと長く議論されてますね。あれって中国じゃなくて、他の韓国とかお隣と条約があって、まだ掘っちゃいけないって、一緒に掘らなくちゃいけないみたいになったのかな、っていうのがあって、だからそれが解除されるんですよ、そろそろね。そうするとエネルギー問題が日本結構自由になってくるよと。で、レアアースも今泥から掘ってるんでしょ。いわゆるレアアースデイってやつですね。そう。で、それでそっちもクリアされちゃったらさ、潰すんだったら今しかないよね。横にいらっしゃる国としてはそういう風に考えてもおかしくはないですよね。そうだよね。だから、そんな中で、ルビオ国務長官だっけとかが、もうすでにさ、西太平洋。アメリカから見て西だから、極東だよね。の問題は日本が対処していくと。先頭に立って対処していくっていう発言もあったりするから、これからいろいろ起きることっていうのはよく注意して見てた方がいいよとは思うけどね。日本に何が起きるか。そんな理不尽なこと言ってくる中国が許せん。これは全然その通りだねって思うんだけど、なんだろうな。今って第二次大戦中とか、明治維新の前、幕末の時に星回り的には近いんですよと。で、日本の運勢は今年も来年もあんまり良くないですよと。その中でどんなことが起こるかっていうのは、まだ言えるかなと思うので言ってますけど。まだ言えるよなと思うけども、ちょっとずつニュースはチェックしておいた方がいいと思います。
はい。そんな中で、アメリカ、トランプ大統領が16日ですね、台湾へ武器の売却近く決断という、中国の米国家主席が4日の電話会談で慎重な対応を求めたアメリカ政府による台湾への武器売却について、近いうちに決断を下すと。4月にトランプ氏は訪中すると、中国に向かうということで、習氏とは良い関係にあると重ねて強調したということで、どちらにどう転がるのかというところです。中国は大丈夫じゃない、話通じるような気がするんだけどね。だから気をつけてほしいなっていう感じ。何もなければ何もない方がいいじゃん。もちろんそうですね。だけどきな臭くなってきてるから気をつけようねっていう話ですよ。ですね。ということでございまして、本当に国際情勢ですね。我々の生活にも本当にね、直結するところなので、決して対岸の火事一言なと思わず、皆さんもね、チェックしていただければと思います。はい、ということでございまして、今週の国際情勢でございました。さあ、ラストでございます。今週のエクストラ、テックニュースなどなどをですね、お届けしておりますけれども、今週はちょっと2本だけ。1本目、イーロン・マスク、言語が時代遅れになる。おいおい。何言ってんだおい。イーロン・マスクがですね、インタビューで言語というものが5年から10年以内に時代遅れになるというふうに発言したと。人間が今コミュニケーションに使っている言葉は思考を伝えるための不完全な圧縮手段に過ぎず、脳直結のインターフェースがこれを過去のものにすると。だから実際にご自身が運営されてらっしゃるニューラリンクもあって、多分これをおっしゃってるんだろうなと思うんですけども、どうなんですかね。ゲームはできるみたいだよね。今のところそうですね。どうなんだろうなとは思うけど、ちょっとだけ感覚わかるところがあって、言語ってやっぱり僕の中では遅いんですよ。遅いと。すごく分かりにくい例えをすると。なんで分かりにくいって分かって例えるんですか？ハードディスクより SSD の方が早いから、パソコンの立ち上がりって最近早くなってるのは SSD のおかげだったりするんだけど、言語って割と頭の回転がある程度早い人とかからすると、言語ってちょっと遅いんですよ。ハードディスクと SSD で言ったら、ハードディスクの方が言語じゃないかってことですかね。そういう感覚が、イーロン・マスクってほら、頭いいじゃん。頭いいでしょうね、そりゃ。だから、共感覚じゃないけど、イメージの世界で関数的に処理していくような感じってあるんだよ。なんかわかんないですけど、通過みたいなもんですかね。なんかね、もっと早い処理ってあるんだよ。で、そういう処理をしてるから思うんじゃないかなとは思うけど、言語中心に意識を構築してる人の方が多いから、そりゃそうですよ。そうはならんやろうとは思う。だから非言語がそんなにみんなリッチじゃないと思うんだよね。僕はだから、ちょっと頭狂ってる感じがあるから、理解できなくはないんですよ。で、天才となんとかは紙一重って言うじゃない。言いますね。で、イーロン・マスク天才なんですよ。僕は紙一重側なんで。わかりませんけど。だから、ある程度言ってることはなんかわかるけど、無茶言うなと。もうちょっと、世間の人の頭の中見てみたらいいんじゃないかなとは思いますけどね。そうですね。なかなか、ちょっとこんな5年から10年では変わらない気がしますけど。けど僕はそういうインターフェース欲しい派なんですよ。首の後ろにガッチャンコみたいな。の方がもっと早く処理できるだろうなっていう感覚はあって、それの感覚は身につけ、僕も手書くの、めちゃめちゃ文字書くの遅かったのね。だから、難しい大学の問題も全部わかるんだけど、書けないな、みたいな。あって、もうパソコンとかめっちゃ感謝なんですよ。確かに、普通に文字で書くよりも早いですからね。早いでしょ。だから、来ちゃうんで。だから、何かそういうデバイスっていうかなんか出てきたら楽しみだなとは思うんだけど、ついてからない人絶対多いよとは思う。確かにね。ちょっとどうなるのかなってところだね。そしてですね、ちょっと珍しいことなんですけども、うち独自のニュースといいますか、ちょっとお話なんですけども、春節、ちょうどこの収録をしている2月17日、ね、春節迎えまして、中国の方でね、お祝いが起きてるっていうね、ニュースなんか。旧正月だよね。ですね、旧正月でございますね。が起きております。で、このタイミングで、なんと、金環日食。今日日食なんですよ。そうなんですよ。日食の日に収録してます。ということでございまして、今回の金環日食ね、一番よく見えるのは南極大陸のごく一部と、アフリカとか南米の一部では部分日食が見えるかな、みたいな感じでございまして、日本ではちょっと全然ね、もちろん見えないんですけれども、これが重なってるタイミングっていうのも当然珍しいなということでございまして、これね、占い的にはどうなんだろうなというところなんですけど。いろいろあったみたいですよ。ほらま。1962年。62年の2月5日も、春節と重なったんですよ。そう。だから、明けましておめでとうございます。いや、違うんだ。いや、そうなんだけど、そうなんだけど、どうなんだろうな。そうだ。おめでたいんだけど、62年の時は、キューバ危機かな。キューバ危機があった年ですよ。それから直近だと2008年とか2009年だけど、リーマンショックとかですよ。とか民主党政権になったりって、あの時期っていうのがそういう感じだし、あとは1980年とかもそうだったんだけど、イラン・イラク戦争とか、アフガン戦争とかっていうような感じなので、なんかね、あんまり日食の年、日食のお正月っていうのはあんまり良かったデータがないね、とは
思いますけどね。ちょっと、まあ、世界的にはちょっと激変みたいなことが起きてもおかしくないかなっていうタイミングだと思いますよ。なるほどね。まあそんな中でのこの2026年、まあね、もともとずっと2026年はね、本当に大きな変革の時期だっていう話はずっとしてますけども、これね、春節と金環日食重なるタイミングでどうなっていくんでしょうかね。いろいろ、多分、春から夏にかけていろいろ分かってくるけど、その前の準備がとにかく僕は大事だと思ってますと。結局、いつも言ってる通り、そんなにやれることないですよと。国外に逃げれるんですかと。国外に拠点を持てるんですかと。金とかスイスフランとかがまあ無難だとは思いますよと。金とか銀とかね。で、そういうのの円とかドルの価値が下がるとしたら、ちょっとリスクヘッジしとくじゃないですか。まあそうですね。まあビットコインとかも下がってるから今買い時かもしれないし。だからそうやってリスクヘッジをしておいて、で、食料とかエネルギーとか、あとは安全地帯に行くとかっていうような話じゃないですか。とか、あとは貿易みたいなところをしっかりするとか。そんなにやれることって多分ないんです。ないんです。だけど、まだ緩いし、お値段も手頃なので、もっとインフレ来ちゃったら大変でしょとか、急にそういう事態になっても大変でしょだって、1941年の12月、あれもうみんな戦争起こるなんてみんな思ってなかったんだよ。一部のインテリ層とかは思ってたかもしれないけど、みんな思ってないんですよ。で、別に戦争が起こるぞとは言わないし、それから災害が起こるぞとも言わないけど、空説のルフになっちゃうからね。だけど、きな臭くはなってきてるよねと。で、星回り的にはちょっと微妙だよっていう話はしてるじゃない。だから、ローリングストックじゃないけど、ね、もうなんか賞味期限切れそうだったら人に分けちゃえばいいんだから、やれることやっといたらとは思いますけどね。ね、なかなか本当に世界も日本も激変のね、時期ですから、皆さんもできる対策をね、本当にしていって。僕今年と来年しか煽んないから、こういうふうに。嫌いだから基本的にネガティブなこと言うの。そうですよね。とかなんか引き寄せみたいな人にタイムラインに引っ張られるなとか言われるのもなんかうぜえなって思うんですよ。占いやってるからさ、タイミングってあるんだよ。で、それで思っちゃうと引き寄せられる。だから、卵が先か鶏が先かみたいな話になってくるけど、別に自分がそうはならないでほしいなと思ってたって、コロナ禍って来たし、震災とかも起きたり、そうはならないでほしいなっていつだと思ってるし、もっと明るいことイメージしようとしてるんですよ。だけどなーっていうのがあって、まあ、そうなんだよ。なんで、楽しく明るくもいてほしいし、かつ、なんか備えるだけ備えといたらとは思いますけどね。それは両立できることですからね。そうだね。大事にしていきたいですね。ということでございまして、今週のエクストラのコーナーでございました。ということで、エンディングでございます。今週は結構ね、ニュースが多かったので、だいぶ長時間になったんですけども、たっぷり楽しんでいただけましたでしょうかね。ねオリンピックでみんなが活躍するから、いいことだ。いいことだぞ。ということで、ございまして、来週はですね、2月の予言会。もうそんな時期か。2月って短いね。2月短いですね。2月の予言会だから3月を予言する回ですね。そうだね。となりますので、ちょっとそちらもお楽しみという感じでございます。さて、番組からのお知らせでございますけども、3月イベントがあるということですよね。はい。3月の22にイベント予定です。加納ココさんとチャズ先生と、また、錦糸町のガーリックマネーカモンさん、バーの方、階段バーの方で、魔術の話とか、いろいろ、ココ先生も来るので、魔女なんでね、聞けると思います。それから、まだ、決まりではないけど、3月 21? 前日。もう同じ場所でやるかもしれないなと。多分やります。やるとしたら、まあ言っていいのかどうか、まだわかんないんですけど、うちのチャンネルに出たことがあって、芸人さんとかお呼びしてやるかもしれないなと。あの人かなどうかどっちだろうとかね、そんな感じなんですけど、一応またチャズさんともやる。まあ連日なんかまだこれ本決まりじゃないので、決まったら連絡します。はい。よろしくお願いします。あとは、僕がね、デレデレしてそうで恥ずかしいんだけど、そのうちどっかのアイドルさん、占ってるのがアップされるんじゃないかなとは思います。で、デレデレしてるからって、こうなんかフォロー、そっと外すのはやめてください。やめてください。ね、はい。お可愛らしい女性前にしたらね、それはね。というかなんか不可抗力みたいなのがあるので、不可抗力、はい。これはアップされるかな。されたらまた連絡します。はい。何があるんだろう。まあ楽しみですね。はい。あとは何かありますか？あとは、レフリー今野さんっていうブレイキングダウンでレフリーやりながら自分もブレイキングダウンに出るっていう格闘のね、あんまり、なんていうのかな、占いとか好きな人って知らないかもしれないんですけど、まあそういう方とね、素敵なご縁をいただいてコラボみたいな形で、まあライブ配信、この放送してる段階じゃあると思いますと。そちらのチャンネルで僕が出たりすると思いますので、お楽しみにっていうような
な感じです。はい。はい。アイドルだったり、ブレイキングダウンだったり、水森太陽どこに行くんだと。あと、地上波の話もちょっと来てるかなっていう感じです。これは放送されなかったりとかもあると思うんで、ちゃんと決まったら言います。はい。まだまだ、テレネチャンネル頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、応援のためにどうしたらいいですか？チャンネル登録、高評価、ハイプ、コメントなどよろしくお願いします。コメント全部見てます。引き続き、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。以上、水森太陽でした。またね。